こんにちはなのだ。この動画ではゲームの動きを見ながらゲーマーには正直どうでもいいプログラマーのディープで細かすぎる視点からゲームの設計を深掘りしていきたいと思うのだ。ゲームの完成度としてすごいゲームを紹介する動画は数多くあるが、この動画ではプログラマーが見て思わず惚れてしまうような映像演出を見ていく。では早速見ていくのだ。まずはコナミから発売されたファミコンのクライシスフォースである。ファミコン後期の1991年にコナミから販売された最後のファミコン向けのオリジナルソフトなのだ。シューティングゲームとしての完成度の高さはさすがで、音楽も標準の音源だけで演奏しているとは思えないほどのかっこよさなのだ。緻密に描き込まれた背景ももちろんすごいのだが、見てほしいのは地面が割れ、さらに地中を深くまで途中で縦スクロールさせているところである。当然ファミコンには縦スクロール機能はないため、それをプログラムで処理して実現しているのである。この赤枠のところを拡大してみる。まず道に亀裂が入り、支柱が表示される。確かに縦方向に多重スクロールしているように見える。ここで画像に使われているパターン番号を並べてみる。何か違和感を感じないだろうか。地面はスクロールしているのにパターン番号には動きがないところに注目してほしい。縦スクロールの機能がなく、パターン番号にも動きがないのに画面は縦スクロールをしている、とても不思議な状況なのだ。では種明かしをするのだ。背景に使うパターンテーブルを見てみる。この赤枠のところが支柱のパターンである。支柱のパターン自体をアニメーションのように書き換えることで縦スクロール風に見せているのだ。このパターンの切り替えは MMC を使って実現している。カートリッジに大容量のロムを積むため MMC というチップをカートリッジ内に追加し、プログラムからの指示でロムを交換してくれるのだ。この MMC には多くの種類があり、クライシスフォースではコナミ VRC4 というチップを使用している。この MMC ではキャラクタロムを 1KB 単位で切り替えができる特徴がある。背景の描画に使用できるキャラクタロムは 4KB であり、この絵のように 8×8 ドットのパターンで256枚分に相当するのだ。このパターンテーブルが 4KB なので4分割した単位で交換ができる。そしてクライシスフォースではこの2箇所のキャラクタロムを高速に切り替えているのだ。ただし背景で使えるパターンの半分を地中用に使用しているので、ビルなどの地上の描画で使用できるパターンは少なくなってしまう。そのため支柱のシーンの前まではビルなどの地面はバリエーションを持って描画されているが、支柱のシーンが始まるこの辺りからビルが簡略化される。最終的にはパターンテーブルの上半分だけで地面を描き、下半分を地中用に交換できるようにしているのだ。そしてここで地中用のキャラクタロムに切り替えている。この技術はステージ3ではさらにすごくなっており、崖の内側に地面が張り出し多重スクロール状態になっているのだ。地面の飛び出している部分はこのように描いて実現しており、応用性の高い技術であることがわかる。この技術は他のゲームでも使用されている。
ートミーが発売した「娘が通る」というアクションゲームである。なんてことのないキャラクターゲームに見えるが、洞窟ステージに入るとすごいことになる。なんと奥の壁と手前の地面で奥行きのある多重スクロール風に見えるのだ。当然のことながらファミコンは1画面しかなく多重スクロールなどできない。これも技術的にはクライシスフォースと同じである。自分の動きと合わせて壁のパターンを切り替えているのがポイントである。このゲームでは任天堂 MMC4 というチップを使用し、キャラクタロムを切り替えている。 MMC4 のポイントはキャラクタロムの半分は 1KB 単位、もう半分は 2KB 単位での切り替えができるところなのだ。背景には 2KB 単位での切り替えができるパターンテーブルを使用しているが、壁に使用するのはこの赤枠のみである。そのため他の用途のキャラクタロムの一部を少しずつ使って切り替えているところがポイントだったりする。すでに気がつかれているかもしれないが、このゲームでは壁に手前の柱や地面の影が落ちているのがわかるだろうか。これは影の部分だけ少し暗めのパレットを割り当てているだけなのだが、これを考えつくのがすごいのだ。次は少し時間を遡り、1985年にナムコから販売されたファミコンのギャラガを見てみるのだ。懐かしいシューティングゲームなのだ。スプライトで描画された敵が現れ、しばらく移動した後、画面上部の定位置に配置される。定位置に配置された瞬間に背景に描画が映り、同時にスプライトは消える。次にまた動き出すときはこの逆に背景からスプライトにスイッチするのだ。これにより使用できるスプライトの数を超えた敵キャラを画面に同時に表示している。最近のゲーム機では背景もキャラクタも全てポリゴンで描いているので、今では使われない技術なのであろう。次は1985年にセガから発売された SG 戦向けのズーム909を見てみる。画面奥に進む立体的な通路でのシューティングゲームである。この音楽は何か頭に残るのだ。このゲームも画面に表示するパターン番号は変更せず、パターンの画像を変更することで立体感を演出している。しかしこれまでに見てきたファミコンのゲームとは大きな違いがある。それは SG 戦では MMC を採用していなかったことであり、このパターンテーブルのパターンの変更はリアルタイムに力技で更新をしていたのだ。 SG 戦はファミコンよりも VRAM を高速にアクセスできたから実現できた力技なのである。そのため奥から近づく壁もネームテーブルを力技で更新しているのだ。次も1985年にセガから発売された SG 戦向けのスターフォースを見てみる。これもオーソドックスなシューティングゲームである。これのどこがすごいのかわかるであろうか。実は SG 戦にはスクロール機能がないのである。スクロール機能がないのにスクロールするゲームを作っているのだ。スターフォースを移植してくれと指示されたプログラマーはどのような心境だったのだろうか。よく見ると地面の下の星空が地面とは違うスピードでスクロールして多重スクロール風に見せているなど、プログラマーの凄さを感じるのだ。地面はネームテーブルを力技で書き換えているが、
星空は画面のパターン番号は変更しないでパターンの画像を高速で描き換えている。今回はこれで終わりなのだ。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思う。では今日はここまで。バイバイ。